生まれは埼玉県で、高校卒業まではいましたね。長野で修行して、そこを出てからこっちで独立して8年目。子供の時からものづくりが好きで、父親が彫刻とかやってたから道具借りて、主に木とかそういうのを使ってもの作ってたんですけど、その中でも音が出るものが好きで、民族楽器の本を父親だったかな、買ってきてくれて、作り方がちょっと載ってるような、それ見ながらなんか作ったりとか、あとはなんか面白そうなのがあったら、まあそれ見て作れるかなとかやってみたりとか。ほんと山の中だったんで、家帰ってきたらもう暇なんですよね。友達もそんなに周りにいないし、だからまあ暇つぶしにいろいろやってたんですけど、自分でね。手動かすのは好きでしたね、昔から。
まあ実存哲学っていうのがあるんですけど、それの沿っていう風な感じで先駆者っていう感じで言われてるキルケゴールっていう人が好きで、この人を主に勉強しながらやってたんですけどね、まあ自分のことを深掘っていくみたいな感じの死に至る病とかそういう本が有名なんですけど、不安の概念とかそういう本、それを高校の倫理の時に読んで、なんかこの人良さそうだなとか思って勉強してたんですけど、自分のことが知りたかったんですよね。まず何を考えてるかもよく分かんなかった。何がしたいかも分かんないし、まず哲学って考え方を学ぶんですよね。で、考え方、自分で考える力を磨くっていうか、結局大学の時に学びたかったっていうか知りたかったことの大きな一つは、どうやったら決断できるかっていうか、なんとなく心の中では答えが多分今となって思うのはなんか分かってたっていうか、まあそれは多分楽器作りとかをしたいってことだったんですよね。大学卒業した後、その後もちょっとフラフラしてたんですけど、でもうだんだん分かってきて、楽器作りの中でもギター作りが多分一番合ってるんだろうなっていうか、果てが見えなさそうなのが、この自分が弾ける楽器で興味がある楽器の中ではギターだった。だからそれなんだな、多分そういうので始めたんです。ちょっとだけこっちで。暮らしが細切れになってないのが理想だったんですよね。このオンとオフとかパキッと分かれてるよりは、緩やかにつながりながら、しかも区切られてるような感じが良くて、一緒に暮らしてるなっていう感じはすごくしますよね。もう親子でもあるけど、一緒に暮らしてるメンバーみたいなイメージもあるんで、もう奥さんに相当任しちゃってて頭上がんないですけど、少しはね、一緒に
いられるかな。
がとう。まずそれ溶けてね。美味しいよ。そうなんだ。美味しいよ。モリモリしていい？あと思うよ。あ、わかんないけど。大学入試の時にあったんですよ。推薦入試だったんですけど、隣だったんですよ、順番が。面接の。で、そこでなんか話したみたいな感じで。ずっと一緒にいるだろうなっていうのは、まあ付き合い始めて少ししたらそういうイメージはありましたけどね。だからずっと一緒にいられるみたいな。まあよく言いますけど、本当自由にのびのび育ってほしいですね。幸せに育ってほしいですね。あんま邪魔したくない。子供だからできないことってあるじゃないですか。だからその部分はサポートするけど、なんか余計なことばっかしちゃうんですよ、結局。俺って。だからその余計なことを減らしていけたらいいなって。なんかしたいときはこう助けられたらいいなって。まず丁寧に正確に作りたいなっていうのがあるのと、綺麗なものが作りたいっていうのと、全部ひっくるめてその最終形になるような美しい楽器が作りたいと思ってるんですね。音色も含めてね、はい、音色とか、あとは弾きやすさとか長持ちするとか、そういうのもあるんですけど、醜いものを作りたくないなっていうのはありますね。醜いものって人って作っちゃうと思うんですよ。あんまり美しくないものっていうんですか。やっぱそういう時ってなんかわざとらしさとか意図とか、本来いいものを作りたいって思ってるのとは別のなんかが入ってきて、こう不純な何かが入ってくる時にできちゃうと思うんですね。そういうのはなるだけこう減らしながらできたらいいなって思ってますね。自然なもんが作りたいっていうか、
ギターってこういろんな工程があるんですよね。分けると何十工程にもなるんですけど、その工程ごとに仕上がったって思える瞬間があるんですよ。例えばなんか木をこういろいろ板に埋め込んで、でそれをこう平らにして研磨すると模様がこう出てくるみたいな。でその時にすごい達成感あるんですよね。あ、綺麗にできたわ、思ったより綺麗にできたわみたいな。でそういうのが何十回もあるんですよ、細かく。でその工程自体がすごい楽しいし、あとはこう最後に音が出てくるんですよね。その自分が積み上げてきたものが最後にこう全体がこう楽器のっていう風な一つのものになって音が出てきてくれるんで、その2つすごい楽しいなと思いながらやってますけどね。
う
理想とする音とかデザインとかがはっきりこうイメージとしてあるわけではないですけど、でもおぼろげながらあるんですよね。だからそれに近づきたいと思いながらやってるっていうのと、
そのイメージをこう作っていく中でどんどんこう洗練させていきたいっていうのがあるんですよね。で最終的にはもう答えを出したいと思いながらやってるんですよね。これでもう完成形だわっていうようなデザインとか音を目指していきたいって思いながらやってるんですよ。でもそれが別に一つの答えってわけではなくて、例えばこうちっちゃいギターだったらこの完成形とか、あるいは甘い音のギター、硬い音のギター、人それぞれ好みがあるんで、それに合わせてそれを言われた時はこういうのが自分としては理想ですって答えを見つけたいと思いながらやってるんですよね。まあでも無理だなとは思ってるんですけど、でもそれを毎回こう、よしこれが答えだって思いながら作って、で次の時にはやっぱここもっと変えたいなって言ってどんどん変わってくるみたいな感じです。自分の独りよがりなこの追求ではあるんですけど、それがこう一生懸命やってたら他の人にもこう響いてくれる時があるんですよね。だからそれがこう響いてくれるような、しかも自分のこの理想であるようなのが作りたいとも思っているっていうか。もうちょっとこう心に余裕が持てるような暮らしがしたいですよね。まだちょっと焦りがあるっていうか、そうなってくるとやっぱ子育てとかにもあんまりね、こう気が回らなくなってくるというか、もう奥さんに任しちゃってもいいし、だから一生懸命やんないとっていう思いがあって焦っちゃう時もありますけどね。まあもうちょっと頑張って安定できるような感じにして、この家族とゆったりして接していきたいなと思ってますけどね。